Wi-Fi 環境を WSR3600BE4P2 台で有線イージーメッシュにしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今までずっと使い続けてきた光通信のプロバイダーが統合するので P 社から O 社へ変更せざるを得なくなりました。新プロバイダーではルーターが無償レンタルなので3製品の中からバッファローの WSR3600BE4P を選択しました。家の Wi-Fi は現在1階のホームゲートウェイ RT500Ki に挿してあるカードで電波を送っています。それを2階の中継機2台で受けて Wi-Fi 環境を構築しています。切り替え日以降バタバタしないためにレンタル品が届いた時点で接続を試みます。メーカーのビデオを見て新しい機械の設定は結構簡単ではと始めたものの何箇所も落とし穴がありました。今回はその内容と実施した対処方法をまとめてみました。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。 Wi-Fi 環境構築の設計。私の家は 18×5 メートルの長方形総2階建ての戸建てです。新しいプロバイダーが開通する前に届いた製品を使って接続を試みます。今は旧プロバイダーからのレンタル品 Wi-Fi カードがホームゲートウェイ RT500Ki に挿してあります。これは解約時点で返却しなければなりません。 ONU は引き込み口付近にあります。Wi-Fi カードがホームゲートウェイに挿してある都合上 RT500Ki は1階の中央に設置しています。なので RT500Ki の隣にルーターを取り付けて電波の環境を見ます。その結果で構築を考え直して対応したいと思います。問題が発生しましたがなんとかクリアしてこのようなデータを収集しました。発生した問題と対処に関しては4分10秒頃のルーターの初期設定をご視聴ください。ここでチャット GPT に間取りや電波のデータなどを提供して自分の考えとどうすればよいかを聞いてみました。ほぼ0秒で回答があって1階の左右3分の1のところにコントローラーとエージェントを設置するのが良いとのことです。配線はホームゲートウェイからそれぞれの WSR3600BE4P にカテゴリー6以上の LAN ケーブルを配線します。ここで注意事項が1つ。メーカーは本機器同士をハブやホームゲートウェイを介さず直接つなぐように言っています。実際説明書にもそのように記載がありますがチャット GPT に聞いてみました。曰く1、インプットは少し減衰はするが気になる程度ではない。2、無線接続よりは有線接続の方が良い品質の信号を渡せるのでそちらを推奨する。3、無理にコントローラー、親機とつながなくとも同じ欄上にあればハブを介しても出力は問題ないとのことでした。メーカーは直接接続以外は保証できないとまで言っていますが後半の結果を見て自己判断してください。エージェントとして使う WSR3600BE4P 同じものを発注して到着を待つことにします。ルーターの初期設定。製品が届きましたので開封しました。大きさは 148×133×43 です。背面です。LAN ポートは一番下が1です。あとは台座、AC アダプター、LAN ケーブルと説明書一式です。前述のようにホームゲートウェイ RT500Ki の隣にこの機器を設置します。RT500Ki の隣にボードアンカーを取り付けて付属の台座をつけます。接続はただ付属の LAN ケーブルと電源をつなぐだけで完成です。手順通りにゲートウェイの電源を一旦切って
しばらくしてから電源を入れます。ランプが落ち着いたら WSR3600BE4P の一番下インターネットに LAN ケーブルを接続します。ゲートウェイ側は ONU とつながっている一番下以外の空いているところに挿します。 WSR3600BE4P の背面スイッチをルーターモードにして電源を入れます。ランプが4つ点灯しました。セットアップカードを見てパソコンと接続します。インターネット側の設定を行うの画面が出たのでクリックします。ここで接続先の入力画面が出るはずですが、スキップして成功になってしまいました。スキップしないで接続先の入力画面が出た場合は、契約書を見てユーザー名とパスワードを入力します。スキップした場合の処置は、この後の接続先入力画面がスキップした時の対処をご視聴ください。ネットにつながればそれでも良かったのですが、WSR3600BE4P 経由ではネットにつながりません。ネットには既設の Wi-Fi カードでつながっているので、とりあえずは大丈夫です。初期設定は1回パスして原因を探ってみます。つながらない原因。ホームゲートウェイ RT500Ki の管理画面です。ご覧のようにメインセッションがグレーで状態が未接続になっています。この状態は IPOE 方式の場合、プロバイダーからフレッツ V6 オプション信号を受けていることを示しています。要は信号が送られているときはメインセッションがグレー状態になり、接続先ユーザー名などが入力できなくなります。そしてこの状態ではホームゲートウェイ RT500Ki はルーター機能を手放しません。したがって WSR3600BE4P がルーターモードになっていたら AP モードに切り替えないとつながらないことになります。実際 AP モードに切り替えたら接続成功になりました。プロバイダー O 社に聞いてみました。画面表示は P 社から O 社に切り替わっても同じ信号を出すので、結局同じグレーのままで入力もできないとのこと。画面は未接続のままでよく、異常ではないとのことでした。これで原因が一つはっきりしました。接続先入力画面がスキップした時の対処。登録情報入力画面が不幸にもスキップしてしまった場合の対処方法です。設定をするために電源を切って背面スイッチを一旦ルーターモードにします。 AP モードではエアーステーションに設定項目が出てこないのです。スイッチを切り替えたら再起動してトップ画面まで進めます。画面下部の詳細設定からインターネットを選択します。 IP アドレス取得方法で PPPoE クライアント機能を使用するを選択して設定を押します。画面が戻ったら再度インターネットの PPPoE を選択します。接続先の編集を選択して PPPoE 接続先ナンバー1の新規追加に項目を記入します。名称には自分の分かりやすい名前、英数字を記入します。あとはプロバイダーの接続先ユーザー名、パスワードを記入してサービス名は空欄で OK です。入力したら新規追加をクリックしてシステムのステータスで通信中となれば終了です。ならない場合は先ほどの接続先の編集に戻ってご記入をチェックします。終わったら修正保存して再度通信を確認します。この操作は非常に時間がかかり面倒なのでそうならないことを祈ります。ここまででようやくネットにつながりました。
有線メッシュの配線と機器台座の取り付け。家の長方形はほぼ南北に向いているので、北にコントローラー、南にエージェント1として天井内に配線します。配線はこのようなものを使って天井内でケーブルを送ります。伸ばすと8メートルになります。要所に点検口があるので、うまく利用しながら配線しました。最後はプレートをつけてケーブルを引き出します。私は電気工事士なので、近くの回路から電源を分岐してコンセントをつけました。これから機器のイージーメッシュ設定を行います。イージーメッシュ設定。メッシュの設定手順はこの添付書類 2B に詳しく載っています。これに従ってセッティングします。説明書に載っていない注意事項として、1、ファームウェアを最新にしておきます。最新にしただけではなく、バージョンが揃っているかも確認します。私の場合は最新になっていませんでした。2、両機ともイージーメッシュ接続を有効にしておきます。バージョンアップと設定はエアーステーションからできます。この2点を怠ると必ず接続に失敗します。コントローラーはネット接続を切ったり再起動の必要はなく、動作させたままで OK です。背面スイッチがルーターか AP になっていることを確認します。コントローラーを外してきて行うのであれば、ここで電源をオンにします。1分後、パワーとワイヤレスランプが緑点灯になっていれば OK です。動作させながら設定する場合は、インターネットのランプも緑点灯します。これでコントローラーは終わりです。次にエージェントの設定ですが、お互いを LAN ケーブルでつなぐ必要上、コントローラーの近くで行います。背面スイッチを WB モードにして電源をつなぎます。2分後、パワーランプが緑点灯とワイヤレスランプが橙点灯になっていればステップ1は終了です。次にエージェントのリセットボタンを爪楊枝などで約5秒間押して初期化します。3分後、パワーランプが緑点灯とワイヤレスランプが橙点灯になっていることを確認します。すごく時間がかかるような気がしますので、やり直しを避けるため慎重に行います。コントローラーとエージェントを LAN ケーブルで接続します。20秒後、ワイヤレスランプが緑点灯になれば接続完了です。実際は10秒くらいで点灯しますが、書き込みをしているようなので20秒以上待ちます。LAN ケーブルとアダプターを外して、移動場所で LAN ケーブルを接続してから電源をつなぎます。コントローラーは一番下の1に、エージェント1は1以外に接続します。2分後、ワイヤレスランプが緑点灯になっていれば設置完了です。ネットワークはコントローラーの SSID とパスワードで統一され、エージェント1の SSID はないはずです。すべて終わったら PC かスマホでエアーステーションを起動します。コントローラーのモードはイージーメッシュコントローラーとなっているはずです。そしてエージェントの全接続台数1台と表示されていたら OK です。イージーメッシュの検証。私の場合はエージェントの全接続台数が1台と表示されず0台となっていました。通信は問題なく、両機とも同レベルの電波強度があります。なぜ1台とならないか、メーカーに聞いてみました。前述のようにメーカーはコントローラーとエージェントを直接つながないのが原因のように言っています。
そこで20メートルの LAN ケーブルを持っているので、直接つないで両機を再起動してみました。結果は同じで EG メッシュと表示されていても台数は0でした。そこで次に LAN ケーブルを外して無線メッシュモードにして再起動してみました。なんと結果は台数1台と表示されています。私とチャット GPT の共通見解は、この接続台数は無線バックホール接続のエージェント数ではないかとなりました。無線から有線に戻すと1分くらいで0に戻ってしまいます。無線で接続しても出力があまり良くないので、私は有線メッシュに戻しました。ちなみに先ほどの直接接続でも RT500Ki 経由の接続でも両機の出力強度は全く変わりませんでした。最後に RT500Ki 経由でハブを1台プラスしてみましたが、これも問題なく出力は変わりませんでした。私の機器だけかもしれませんが、同じ現象の方はコメントお願いします。個人的にメーカーはトラブルの幅を広げたくないのだと解釈することにしました。プリンターの再設定とまとめ。最後に LAN 環境が変わったのでプリンターをつなぎ直します。電源をオンにして Wi-Fi ボタンを押したら、続けて必要箇所をタップしていきます。最後に暗号化キーを入力して終了です。終わりました。 Wi-Fi 出力はこのようになりました。しばらく使ってみて必要があれば LAN ケーブルと電源のあるところに移動できるので良い感じです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。